今回の範囲は縦が25マス、横が25マスの 25×25 の範囲で作成していきます。今回使用する材料はこんな感じになってます。では作成方法の前に少しだけ注意点を説明してから作り方の方に移りたいと思います。今回の装置を作成する場所なんですが、できるだけこのような昆布が生えた海で作成するようにしてください。ただ、同じ海でもこのようにサンゴ礁であったり、暖かい海であったり、熱帯魚が湧いている場所になると、湧き効率が熱帯魚にも分かれてしまって、食料としての魚を確保したいという方にとっては、効率的にマイナスになってしまうので、できれば先ほどみたいな感じで、魚がタラと鮭しか湧いていない場所を選ぶようにしてください。あと、このような昆布が生えていない河川であったり、湖であったりになると、タラが湧かなくなって、鮭しか湧かなくなるので、そちらもまた効率的にちょっと落ちてしまうので、できる限り最初に紹介した昆布が生えていて、タラと鮭の両方が泳いでいる海を選ぶようにしてください。で、今回のトラップなんですけども、こちらはこのように今魚が泳いでいると思うんですが、こんな感じでどこでもいいんで1マスこのように穴を開けてあげることによって、その穴に向かって魚は逃げようと向かってくる習性があるんですね。それを利用したトラップになってます。では少し長くなりましたが、早速作り方の方に移りたいと思います。ではまずはじめに作りたい場所の中心を決めていくんですが、このように昆布がある場所だと設置しやすいのでおすすめです。で、まず最初になんですが、この昆布の上にブロックを置いてしまうと、このように水面から1マス出たところにブロックが設置されてしまうので、この昆布の部分を1、2と2段分壊しておきます。で、2段分壊した昆布の上に仮ブロックを1つこのように設置しておきます。仮ブロックを設置することができたら、次は外側に向けて、1、2、3、4、5、6、7と、こんな感じで7個分ブロックを設置しておきます。で、ブロックを7個設置することができたら、8個目には仮ブロックを1つ設置しておきます。そしたら次はその仮ブロックからさらに外側に、1、2、3とブロックを設置します。こんな感じで最初の仮ブロックを除いて11個分ブロックが設置できていれば OK です。そしたら次は今設置した反対側ですね。ここから1、2、3、4、5、6、7と設置して、先ほどと同じように8個目には仮ブロックを設置します。で、そこからさらにブロックを1、2、3と3つ設置しておきましょう。こんな感じで合計23個のブロックが設置できていれば OK です。そうしたら今縦方向にブロックを設置したんですけども、次はこの真ん中の先ほど設置した仮ブロックから横方向に向かって1、2、3、4、5、6、7と設置して、8個目には先ほどと同じように仮ブロックを1つ設置します。で、こちらも同じように1、2、3とブロックを設置しておきましょう。で、これも先ほどと一緒なんですけども、ここから反対側に向かって、1、2、3、4、5、6、7と設置して、8個目には仮ブロックを設置します。で、残り1、2、3とブロックを設置して、少し見にくいですけども、23マスずつでこのようにクロスになっていれば OK です。そしたら、今設置した十字のこのブロックの間部分ですね。ここにはこんな感じで、ブロックを設置して、こんな感じで 23×23 になるようにブロックをすべて敷き詰めておきます。そしたらどこでもいいんですけど、この角部分に一つ仮ブロックを設置します。そしたら今設置したブロックから 23×23 の場所を囲うようにして、こんな感じでそれぞれの面にブロックを設置して、こんな感じで 23×23 の周りを囲って合計で 25×25 の範囲になるようにブロックを設置しておきましょう。この仮ブロックは不要なので壊しておきます。そしたら今下の部分に仮ブロックを5箇所設置していると思うんですけども、この上にそれぞれこんな感じで追加で仮ブロックを2段ずつ積んでおきます。
今こんな感じでそれぞれの箇所に2段ずつ仮ブロックを追加で詰めていれば OK です。そうしたら今設置した仮ブロックの一番上のこの箇所ですね。ここにこんな感じで4面とも全てにガラスを設置しておきましょう。残りの箇所も同様に4面全てにガラスを設置しておきます。こんな感じで5箇所全ての仮ブロックの周り4箇所にガラスが設置できていれば OK です。そしたら次なんですけども、5つ設置しているこの真ん中の部分ですね。ここのガラスの上にはこんな感じでそれぞれの上に境界を設置しておきます。で、その周りの4箇所なんですけども、ここにはこんな感じでガラスを追加で2段ずつ設置しておきます。で、それぞれの真ん中側のこの部分ですね。ここには追加でガラスを1段だけ設置しておきましょう。こんな感じで真ん中の方だけはガラスの高さを1段下げて設置しておいてください。残りの箇所も同じようにして2段ずつガラスを設置して真ん中側だけは1段にしておきます。少し分かりづらいかもしれないですが、4箇所すべての真ん中側は1段で、残りの3箇所ですね。ここにはガラスを2段ずつ設置できていれば OK です。そうしたら、周り4箇所のうち、真ん中側に向いてるこの1段下がっている部分ですね。ここからガラスをこんな感じで真ん中に向かって設置して、このように真ん中の氷と接続するように設置しておきましょう。残りの箇所も同じように、真ん中の氷に接続するようにしてガラスを設置してあげましょう。こんな感じでそれぞれ4箇所とも氷に接続するようにガラスを設置できていれば OK です。設置できたら次はこの氷4箇所あると思うんですけども、この上にそれぞれこんな感じでボタンを設置してあげましょう。そしたら次なんですけども、先ほど氷とつないだガラスの横のここですね。ここから真ん中に向かってこのようにガラスを設置してあげましょう。反対側も同じようにしてこんな感じでガラスを設置してあげます。で、残りの3箇所もこんな感じで同じように真ん中までガラスを設置してあげて、こんな感じでクロスの溝ができるように周りを囲めてあげていれば OK です。溝を作ることができたら、この仮ブロックの上の部分のガラスですね。ここにボタンを設置します。残りの3箇所にもそれぞれ同じようにボタンを設置してあげましょう。で、この真ん中の部分なんですけども、これはどこでも大丈夫なので、どこか1箇所にこのようにボタンをつけておいてあげてください。で、ここまで設置することができたら、一度海底の方に行っていただいて、この最初に設置した昆布ですね、ここを2段分壊しておきます。で、2段削ったこの上ですね、ここにソールサンドを1つ設置しておきましょう。ソールサンドを設置することができたら、周りの4箇所の部分ですね、ここには仮ブロックの下にさらに仮ブロックを1つ設置して、その下部分のここですね、ここにソールサンドを1つ設置しておきます。で、ソールサンドを設置することができたら、この仮ブロックは壊しておきましょう。そしたら残りの箇所も同じようにして、ソールサンドを設置して仮ブロックを壊しておきましょう。こんな感じで5箇所同じようにソールサンドを設置できていれば OK です。ソールサンドを設置することができたら、次はまた上に上がっていただいて、この中心部分の最初に設置した仮ブロックですね。これを1、2、3と壊しておきましょう。残りの4箇所も同じようにして仮ブロックを壊しておきましょう。こんな感じで4箇所すべての仮ブロックを撤去できれば OK です。で、今4箇所すべての仮ブロックを破壊したと思うんですけども、このソールサンドから出てる気泡ですね。これが今壊したところには気泡が上がっていないのが確認できると思うんですけども、ここには仮ブロックを設置していて、周りにもブロックがあったので、ここには水が設置されていない状態になるんですね。なので気泡がこのブロックの下で止まっている状態になるので、仮ブロックを壊したらこのブロック部分ですね、ここに向かっていっぱい水を流してあげましょう。こうすることでこのように気泡が上まで上がってくることが確認できたら、ちゃんと水源になっているという証拠なので、こうなっていない場合はここに水が入っていない証拠になりますので、
そうなっていないかよく確認しておくようにしましょう。そしたら残りの4箇所も同じようにして、それぞれ水を入れてあげて、気泡が全て上に上がっているかを確認しておきましょう。こんな感じで5箇所全てから気泡が上がっていれば OK です。そしたら次なんですけども、この気泡が上がっている上のこのガラスの部分ですね。ここと、で、このボタンを設置しているブロックのところですね。ここにめがけて水を流してあげて、こんな感じでボタンの下の箇所までは気泡が上がっていると思うんですけども、その上のボタンがある場所に関しては、ボタンがあるので気泡がなくなっています。こうなっていれば OK です。これを残りの箇所にも全て行ってあげて、周り4箇所と真ん中の部分全てが同じようになっていれば OK です。で、すいません。ここで訂正なんですけども、この真ん中のボタンの部分ですね。ここは、ごめんなさい。ここに設置するのではなかったので、ここは設置しないようにしておきましょう。真ん中だけはこのようにボタンを設置せずに上昇水流になるようにしてあげてください。そしたら次なんですけども、このボタンを設置している上のガラスの部分ですね。ここに上付きでハーフブロックをこのように設置します。で、残りの3箇所にも同じようにして上付きでハーフブロックを設置しておきましょう。で、ハーフブロックを設置することができたら、このハーフブロックに向かって水をいっぱい流してあげます。そしたら水が流れていって氷の手前で水が止まっていると思うんで、こうなっていれば OK です。で、残りの箇所にも同じようにそれぞれハーフブロックをめがけて水を流しておきましょう。4箇所すべてに水を流してこのようにせき止められていれば OK です。で、ここまでできたら次はこのハーフブロックを設置したと思うんですけども、この上に向かってこの負傷の矢、即時ダメージ2の矢をこんな感じで狙ってあげて、このように打っておきます。そしたらこのようにハーフブロックの上に突き刺さった状態になると思うので、あまり近づかずにこのハーフブロックを壊してあげましょう。そうしてあげることで、こんな感じでソウルサンドで作られた上昇水流がある箇所のこのボタンを設置した場所ですね。こことの間で止まって、ここから入ってきた魚をこの矢で倒していくという仕組みになります。で、この際にあまり近づきすぎると矢を回収してしまう可能性があるので、あまり近づかずにハーフブロックを一旦壊して下に落としてから再度同じ場所にハーフブロックを設置し直してあげます。こんな感じになっていれば OK です。そしたら残りの3箇所にもですね、このように矢を打ってハーフブロックを壊してあげて元に戻しておきましょう。少し見にくいかもですが、こんな感じで全て同じように負傷の矢をセットできていれば OK です。で、ここまでできたら次はこの真ん中の4つ設置しているボタンがあると思うんですけど、ここにしゃがんだ状態でこんな感じでそれぞれガラスを設置して、このように全てのボタンの上にガラスを設置しておきましょう。そしたら今設置したガラスの上の部分からですね、上に向かって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19とこんな感じで追加で19段ガラスブロックを設置しておきます。そしたらその左右の箇所ですね、ここにも同じようにガラスを設置してあげて、こんな感じで同じ高さになるようにガラスを設置してあげましょう。そうしたらこのもう1マス空いているこの箇所ですね、この箇所にはこんな感じでガラスではなくてブロックを積んで、このように同じ高さになるように設置しておいてあげてください。ブロックを設置することができたら、そのブロックの反対側の最初に設置した箇所ですね、ここだけ1段このように下げておいてあげます。そしたら今1段下げたこのガラスブロックの横の部分、ここですね、こことその反対側のこの部分にガラスを設置します。そしたら次にこの今1段下げたところのこの左側ですね、ここにガラスを設置してあげましょう。で、今設置したガラスの面に向かってラージチェストを設置してあげます。そしたら今1段下げていたこのガラスのところの前ですね、ここにチェストに接続するようにしてホッパーを1つ設置しておきましょう。設置することができたら、このホッパーの上にですね、しゃがんだ状態で仮ブロックを1つ設置して、この周りの3箇所にそれぞれガラスブロックを設置しておきましょう。設置できたら仮ブロックは撤去しておきます。
そしたら次はブロックの1段下のこの部分ですね。ここにボタンを1つ設置します。設置することができたら一度ここから下に降りて、で、このようにプカプカしてやりにくいと思うので、この場合はどこか1箇所を壊してあげて、そこに逃げた状態で、このボタンを1つ壊して、ここを仮ブロックに変更してあげてください。で、この箇所に水をいっぱい垂らします。で、水を入れることができたら、この仮ブロックは壊して、ここにボタンを設置してあげましょう。あとは上までこのようにして水を1杯ずつこのように入れながら登っていってあげましょう。で、最後にこのボタンのところに水を設置しておきます。そしたら先ほどと同じようにここにハーフブロックを一度設置して、このように水を流してあげましょう。で、同じようにしてこのように負傷の矢を打った状態でブロックを壊してあげて、ハーフブロックを再度設置してあげます。そこまで設置することができたら、次はこの縦一列に積んでいるブロックの上にさらにもう一段ブロックを設置してあげます。で、そのブロックの上に1、2と仮ブロックを設置してあげて、で、その上にブロックを1つ設置しておきます。そしたらこの上にですね、敵が湧かないように松明を1本設置してあげましょう。設置することができたら、この仮ブロックは不要なので壊してあげます。ここが待機所になります。あとは一度下に降りてあげて、こんな感じで下から上に登れるようにはしごをかけておきましょう。で、最後なんですけども、この縁のところにはですね、敵が湧いてしまう可能性があるので、こんな感じで松明を設置して、適度に湧き潰しを行っておきましょう。あとはどこでもいいんですけども、この辺からこのように積んであげて、水の上はガラスで繋いであげて、このように待機所に行けるようにしておいてあげましょう。で、あとは待機所で放置していると、こんな感じで鮭やタラが湧いてくるんですね。で、鮭やタラは魚の習性上穴に向かっていくんですが、そこにはソウルサンドで作られた上昇水流があって、それに打ち上げられたら上に負傷の矢があって、それで倒されて経験値と骨、魚をドロップして、このように真ん中の上昇水流によって上まで打ち上げられてきて、ここに立っているだけで魚、骨、経験値全てが手に入るようになります。ということで今回のトラップの作り方は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価の方お願いします。また X の方もやっておりますんで、ぜひともそちらの方もフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。